こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。そして花です。今日は好評いただいたみーくんメカニックになるシリーズパート2です。はい。今日は前回ウインカーやったと思うんですけど、今日はねハンドルの交換をやっていきたいと思います。前回ねウインカーで取り付け失敗しちゃったんで、今日はね失敗しないようにやりたいと思います。はい。で一応ね工具はなんかねなんかマイナスドライバー1本と、あとなんか 19mm のボックスが必要らしいです。はい。はい。これは一応メカニックの方から聞いて用意してきました。はい。では早速みーくんに交換してもらいたいと思います。よろしくお願いします。やってみたいと思います。はい。じゃあ今日はね簡単だと思いますよ、きっと。なんかハンドルなんか程度の悪いハンドルついてますね。でもこれじゃんですよね。そう。今日はねこのハンドルをこっちのハンドルに付け替えたいと思います。ほらこれ程度いいじゃないですか。はい。まあ純正から純正なんで、まあ難しくないっていうことで、はいはい、みーくんにもできるでしょうってことでやってみます。はいはい、じゃあまずね先に、ホーンボタンを外せということだったんで、はい、ホーンボタンをここからなんかバキッとかってやるとマイナスドライバーでこじるとですね、あんまりなんかこじりすぎるとなんかこう傷ついちゃうからちょっと嫌だっていう人いるかもしれないですけど、はい、で外すとこういう風に出てきます。はい。でこれもついてたんですけど、外すとこう中に 19mm のナットがついてるんで、はい、まあそれを外す感じかな。はい、はい、ぐるぐるぐるって。やっぱマイ工具いいね。2710円だけど。うん、外します。はい、外しちゃいました。で、次に、ハンドル取ればいいんで、はい、取ってみます。取れないですけど。痛い。もうダメですよ。いってなんだよ。勢い余って。そう、これはね皆さんやってしまいがちなミスですよ。なんだよ。どうして？これはですね、ハンドルってここにかしまって止まってるんですよ。最初ボルトで締まってるんで、取るときはですね、まずこうついてるじゃないですか。ついてる。でここにさっき外したボルトありますよね。はい。あれを軽くかけとくんです。あ、ここに？はい。ここに。そうです。はい。軽く締めといて、グッてやるとボルトついてるんでバンっていかなくても済むじゃないですか。こうしてて、はい、外すと、そうこれです、これ確かにね、なんてこったい。でそれから外すってことね。そういうことです。なるほど、そういうことです。なんだよ、先に言ってよね。本当に聞いてないですね。これ外しました。はい。でこれつけます。でつけるときはここになんかこうこういうのがついてるんで、はい、まずつけます。で、これをつけます。はい。はい、つけます。これ取るの忘れた。これも先に取っといかないと大変ですね。これね、はい。ここにつけられない。はい。じゃあこれをまず外します。オンボタン外します。はい。で、ここのところに入れて、つける。入んない。これみーくんもしかして間違えたハンドルじゃないですか？何？ハンドル裏がちょっと見せてください。何違うの？これはですね、車体は後期の GTR ですよ。ハンドルの前期と後期は違うんです。純正ハンドルよく見てください。ほら、本当だ。穴がこっちまっすぐなのにこっち斜めになってる。そうなんですよ。なんてこったい。使わないじゃないかこれ。なんだよ、違うの持ってきてよこれ。これ何これ。本当はつけるやつどれなの？本当はこっちです。こっち？はい。
ああ、これまっすぐじゃないとダメなのね。そうなんです。それが後期ですねなんだよ、先言ってよ、それ。で前期が斜めになってる。そうか。あ、だからこれこうまっすぐなのね、これね。そういうことです。あさっき斜めだから、これがこうこれは、前期のハンドルもうんつくことはつきますよ。うん。ただこのハイキャスの、うんこれハイキャスのセンサーなんですね。あ、はい。これがこうなっちゃうんで、うん。ハイキャスのセンサーがこうなってると、もともと斜めに走ってるようにこうなっちゃう。誤差になっちゃうんですよ。ああ、こうなっちゃうまっすぐなので、こうハイキャス壊れちゃいます。こうなっちゃうってことね。そうなんですね。こうなっちゃってるのに、こう曲げると壊れちゃいます。ああ、なるほどね。はい。だからねなので、そうです今入んなかったのね、これ。これはうん。そういうことね。うん。じゃあこれつければいいのね、あとね。そうですねはい。これつけて、で、ここに入れればいいのね。ここにこう。はい。あ、入ったおー、入ったじゃないか。で、これネジつければいいだけじゃん。そういうことです。すげえ簡単。ちょっと痛かったけど、でこ。あんこ部が。これ皆さん気をつけてください、ね。あんこも出ちゃったよ。結構やりがち。本当に。あと閉めればいいですよ、これ。そういうことです。なるほど。で、こうギュウギュウ閉めていけばいいんでしょ、これ。ギュウギュウって。で、あって閉めればいいな。ほら、もうちょっとじゃないのもうあとホームン。ボタンですね。あとホームボタンか。じゃあホームボタンね。ホはいームボタンもここにつければいいんでしょ、これ。ね。でつけて、で、これ入れればいいんでしょ。そういうことです。はいはいはい。よいしょよいしょ。入んないよ、これ、ホームボタン。どうなってんの、これ。あ、こうか。こっちじゃないんじゃないの、ホームボタン。もしかして。間違っちゃったこっちかなこっちかなボタンこっちです。こっちなのねこっ。ちです。こっち。わかんないからね。どっちがどっちかわかんなくなっちゃったよ。ホームボタンも全後期あるんですか。うん。あーそうなんですねあるんだね。はい。で、これ入れればいいのね。で、こう、ガチっていって、入んないよ、でも。ほら、入んないよ。どうして入んない。これ、向きがあってですね。うん。この、うん。ここありますよね。うんうんこ。こに、うん。こうはまるようになってるんですね。うん。あ、でもこれだと違うな。なんでだろう。あれちょっとさっきのホームボタン見せてもらってもいいですか。おっとあ、俺持ってるのか。あれあ、そう、ハンドルに刺さってます。よいしょ。ここにくっつけまして。ようん。いしょ。で、これ入れればいいのね。はい。はい。ガチって。入りますか。入った入った。お、入りましたね。お入った。で、これで、いい感じじゃん。これ。取り付けられましたね。なるほど。はい。で、こんな感じで取り付けます。これ、まあね、ミークでもできるぐらい簡単な。はちょっとホームボタンの前期後期は後で詳しく説明しますね。はいはい。はいじゃあ、でもこれ今ちゃんとできる人にやってもらった方がいいよね。回そうですね。これじゃあ、は、阿部ちゃんこの後よろしく。わかりました。任せてください。これ命に関わるパーツなんで。そうですね。はいそうだね。大事ですうね。ん。じゃあ、ちゃんとできる人にもう一回やってもらいますから。はい。じゃあ、チェンジします。はい。ありがとうございます、ミーク。あとは任せてください。お願いしはい。ます。ありがとうございます。ありがとうございます。OK です。ではですね、先ほどはみーくんがバンってね言っちゃった失敗例をお伝えしたんですけど、今度は R32 オーナーの私が正しいハンドル交換を皆さんにお教えしたいと思います。はい、およろく願いします。まずは工程的には同じです。はいまずはホームボタン外してください。こう横からねマイナスドライバーを軽く入れてちょっとこじる感じですね。このねハンドルの脇のとここねどうしても傷ついたりする場合があるんで、気になる方ここの先端にビニールテープ巻いてください。そうするとねなんていうんですか、傷つかないで外せます。はい。でもこのハンドルも捨てちゃうんで、もう
巻いてないですけど、はい。皆さんの綺麗な車でやるときは必ず巻いてくださいね。はいで、本ボタンをこうやって外していくと、よいしょ。で、外すとですね、ここに本のカップラーついてます。はい。これですね。これを外します。よいしょ。ここですね。はい。で、これ、R32 は、もうエアバッグがついてない時代の車なんで、はい。こうやってすぐ外しても大丈夫なんですけど、最近の車はね、ハンドルにもエアバッグついてたりして、うん。そのエアバッグキャンセルしないと誤作動を起こしてバンってね、危ないですね。爆発したりする場合があるんで、これはあくまでも R32 の場合ということで見てください。はい。はい。では次に、この真ん中にナットあります。これですね。これ外していきます。これ 19mm のボルトですね。外していきます。で、これですね。さっきみーくんがやった時は全部外してたと思うんですよ。そうですね。全部外してるとハンドルってさっき言った通りかしまって止まってるんですよ。ちょっと、はい。こうきつくなってるんで、外す時に衝撃でバンっていっちゃうんですね。ああ、勢いで。そうなんですよ。なのでこういう風にボルトは全部外さないで少しこういう風にかけといて、はい。でこの状態で引っ張ります。はい。こういう感じ。これでね外すとすぐ外れると。はい。安全に。はい、安全に外れます。よいしょ。で、さっきねミークも間違ったんですけど、 R32 は前期と後期っていうのがあって、ハンドルとホーンボタンも違います。ああ。はい。で、どこが違うかっていうと、こっちはもともとついてる後期のハンドルですね。これ後期ですね。はい。後期はこのアテーサのセンサーのこのへこみっていうか穴がこうハンドルにまっすぐついてます。はい。なんですけど、前期の方はこういう風に曲がってついてるんですね。ああ、こう斜め斜めにはいになってますね。で、つくことはつくんですけど、さっき言った通りこのアテーサのセンサーがこういう状態でついちゃうんで、はい。はい、もしこのまんまねつけちゃうと、そのアテーサがずっと曲がったまんままっすぐ走ってるよみたいなそういうことになって、リアタイヤだけちょっとねこう曲がった変な塔のまんま走っちゃうんで、壊れたりとかリアタイヤめちゃくちゃ減っちゃったりとか、そういうことになっちゃうんで、自分のね32が後期なのか前期なのかしっかり調べてからハンドル買ってください。はい。はい。で、あとは実はハンドルもそうなんですけど、ホーンボタンも前期と後期で違うんですよ。これ見てください。こっちが後期、後期。こっちが前期です。前期。はい。このね謎の出っ張り、これがあるんですね、前期側は。なのでこれも前期のハンドルにしかつかないです。にしかつかない。はい。逆に後期のホーンボタンは前期につくのかなあ、前期にもつきますね。後期のホーンボタンは前期にもつきます。はい。前期のホーンボタンは後期につかないんで、間違わないように買ってください。はい。はい。では、よいしょ。こちらが後期の綺麗なハンドルですね。はい。はい、こちらを取り付けていきます。取り付けの方法は、まあ取り外しと逆なんですけど、このカプラーとかね、刺すときにこの爪が割れがちになるので、注意してください。はい。はい。よいしょ。こういう感じですね。で、さっきのナット。これを締めていきます。最初は手で。まあ軽くね、こういう感じで締めて、あとはラチェットで締めていきます。はい。これ本当はね、トルクレンチとかで締める力をしっかり測っていただくのがベストだと思うんですけど、まあ、今回は簡易的に交換したいと思います。で、あとはこのソケット、これをここにつけて本ボタンを戻します。
戻らないぞ。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。はい。えーと、はい。これで戻りました。これで、ハンドルの付け替えは完了になります。はい。で、注意点としては、さっき言った通り、外すときにナットをかけておくってことと、はい。あとはつけるときカプラーを割らないでね、はいっていうことと、あと前期と後期はい。のハンドルは間違わないでつけてね、うんというところで、注意してください。はい。ちなみに、3人乗ってる方だったら、純正のね、ステアリングずっと使ってるとこうなっちゃいますよ。はいどうしてもね、日焼けとか、なんですか手垢とかはい。汗とかでこうなってきちゃうんですけど、トラスト規格にはこういう綺麗な中古パーツ、はい。あとはなんと新品のステアリングも売ってます。ちなみにステアリングは日産では買えないですもん。うん。はい。なのでもしね、どうしても純正のハンドルがいいよって方、前期と後期とも中古在庫してますので、ぜひぜひお問い合わせください。はい。オークションの方にもお出ししてますので、はい。ご自分でお調べいただいても結構ですし、直接お電話いただいても対応できますので、はい。よろしくお願いします。はいでは今回の動画は以上になります。はいご視聴ありがとうございました。